よし。あと20センチほどかな。ちょっとなんかぶつかった。まずい。挟まってる？はい、いつもありがとうございます。 TBR のタケです。ミッションをばらして3話目です。今回はそれも組み立て、そして一気にミッションを車に装着します。前回はミッションの主力となるメインドライブ、メインシャフト、カウンターシャフトをギアボックスケースから取り出しました。ミッションをレストアするにあたって取り替える部品はオイルシール、ベアリング、ロックナット、スナップリング、そして注目のシンクロナイザリングです。今ちょうど相棒が触っている金色のリングです。このリングがシフトチェンジするときにとても重要な働きをします。まあ重要ではない部品って一切ないんですけどね。シフトチェンジの際に何が起こるのかは後ほどアニメーションで説明します。そして今相棒が見ているのはパーツリストです。取り付ける順番もだいたいわかりますし、注文した部品の袋に品番が記載してあり、パーツリストと部品を照らし合わせることができます。これがパーツリストの記載内容です。ちなみに20年以上前の金額だと思いますが、一番上のアジャストシム、ぶっといワッシャーみたいもんですが、わずか100円です。エンジンからの動力を1番に伝えるメインドライブは24,300円です。現在と比べるとだいぶお安い。はい、これが20年前に24,300円だったメインドライブくんです。すでに4速ギアが組み込まれています。ではここでメインドライブくんに3速ギアとシンクロをつけてシフトチェンジを手動でしてみます。ちょっと分かりづらいかも。シンクロが左に行けば4速ギアに、右に行けば3速ギアにチェンジしたことになります。すいません。では組み立てに入ります。前回は特殊工具 SST でギアを外しましたよね。なので組み立てはギアを圧入して入れます。ちょっとイラスト出します。この長いシャフトはメインシャフト。ここで分かれます。左側がメインドライブ、小さい方。今作業している現物はこれ。前回このギアたちをばらしました。はい、まずはベアリングから挿入します。オイル塗っているところはちょっと省略。次に2速ギアとクラッチハブ、いわゆるシンクロね。これを同時にシャフトに通します。ベアリングが2速ギアの内側に入りました。はい、ちゃんと回ってますね。今入れたのはただのアタッチメントですよ。これでクラッチハブを押していきます。シャフトが長いのでパイプを入れます。では圧入します。早送りでいきます。はい、圧入されています。どんどん入ります。ということはクラッチハブはシャフトに固定されるということになりますね。次はこのメインシャフトを逆さまにします。はい、逆さまにしました。なのでアニメーションも反対にします。こちら側もベアリングから挿入します。出っ張りがあるのでベアリングはちゃんと止まります。そして3速ギアを入れます。ベアリングは3速ギアの中に隠れてしまいます。入りましたね。次にシンクロのクラッチハブを挿入していきます。では先ほどと同様アタッチメントを入れてクラッチハブを正しい位置まで圧入していきます。もうちょっとかな。入りましたね。これで上から順にシンクロのクラッチハブ、3速ギア、2速ギア、そしてまたクラッチハブの順で圧入が終わりました。終了。画面が切り替わり、ただいま圧入が終わったメインシャフト。テーブルの上には銀色の小さい部品がたくさん転がっています。ここにも。この小さい部品はシンクロナイザキー。
シフトチェンジする際のキーとなる部品です。クラッチハブ1周に3つ取り付けます。手前にあるこれもクラッチハブですが、ここの内側にスプリングキーというリングがついています。このスプリングが相棒が取り付けようとしている小さなキーを外側に追い出そうとするのです。整備書にはこれぐらいわかるやろって感じで記載がない。しかしタコ部屋さんって方が細かくブログで説明してくれていました。ありがたいです。キーは3つ同時に引っ込めてスリーブを入れなくてはなりません。もちろんこのスリーブの裏もギアになっています。少し発見したことですが、シンクロのクラッチハブはギアの刃がまっすぐになっています。それに比べて1速ギアから5速ギアは斜めに刃が切られています。こんな風にです。これでシンクロか走行するギアかは一発で見分けることができます。なぜ斜めかって言いますよ。斜めの方が走っていて静かなんだそうです。今度は次のクラッチハブに行きますが、ここでミッション全体図を出します。先ほどシンクロナイザキーを入れたクラッチハブはエンジン側でした。左側のオレンジ色です。次のクラッチハブは2速ギアと1速ギアの間のクラッチハブになります。これです。オレンジ色と赤色のギアが全部で4つありますよね。この4つが現在作業中のギアたちです。ということは、この作業が終わると1速ギアの取り付けになります。今見ました？こうやってシンクロキーはポロポロ落ちます。スプリングのせいです。ではスリーブを入れます。このスリーブはシフトチェンジに一番貢献しているパーツかもしれません。はい、今度はうまくいきました。シンクロキーもしっかり3つ収まりました。横にあるのは1速ギアです。1速用のシンクロナイザリングを入れます。ゴールドです。スリーブの動きを何回も確認します。はい、1速ギア入ります。ではスリーブが1速ギアに抱きつく瞬間を4連発でお見せします。いきます。はい、ありがとうございました。では1速ギアにベアリングとベアリングレースを通します。これで1速ギアにガタはなくなります。しかし走行ギアはシャフトには固定されません。固定されるのは先ほど圧入して通したクラッチハブです。この映像気持ちいい。では次に行きます。カウンターシャフト。カウンターシャフトは一体ものです。この赤色の部分全部です。ギアも初めから固定されています。アッセンブリです。ここの位置にベアリングが入ります。ベアリングを取り替えるときはレースも一緒に取り替えろと記載があるので、これだけ圧入します。はい、終わりました。前回錆止めを塗りました。誰も見てくれませんが、やっぱりミッションを赤色にしました。この塗装面なら汚れはすぐ拭き取れるはずです。このでっかい穴に先ほど圧入したカウンターシャフトとメインシャフトが入ります。エンジンの時もそうでしたが、摩耗状態を調べるために計測箇所がたくさんありました。この計測作業などは今回省略させていただきますね。この箱に入っているベアリング、大きいですよね。このベアリングをこの穴に装着することで、ミッションケースと2本のシャフトが固定されます。固定されますって簡単に言ってますが、ここからが地獄の始まりでした。私らが見たミッション映像は、車種は言えませんが、ミッションケースがここで真っ二つになるんです。真っ二つどういうことって思いますよね。
これが RX7 のミッションケースです。こんな感じですよね。それがある車種のはここでパカッと分かれるんです。これだったら、はーい、メインドライブ入れたよ。次メインシャフト行くね。あら、ニードル入れるの忘れたわ。ごめんごめん。と、コーヒー飲みながらゆっくりギアを組んでいくはずだったんです。こんなもん入るんぞ。それがマツダは何もかもが難しい。デフも難しい。1ヶ月作業をストップし、もがき苦しみました。これ、新車の時はロボットが組みました？それとも社員の方ですか？松田さん、教えてもらえないでしょうか？整備書のコピーがいっぱい並んでいます。ちなみに何度読んだことやら。この映像もシフトフォークの向きが本当に合っているか、初めから確認してるんですけどね。そしてここ見てほしいのですが、メインシャフトとメインドライブが一本の長いシャフトになるところなんです。今箱から開封したのが間に入れるニードルベアリングです。先ほど忘れた、ごめんごめんって言ってたやつです。短いメインドライブの方にグリースを入れて押し込みます。これで一本になります。4速ギアで走ってる時はこの一本のシャフトの出力でタイヤを回しています。いわゆる直通ですね。はい、今やっと入りました。言い忘れましたが、今はミッションが上下逆さまですからね。あとはカウンターシャフトの各ギアがメインシャフトの各ギアに全て噛み合っているか確認せよと書いてありますが、これがなかなか噛み合わない。上のギアたちと下のギアたちね。現在日本のシャフトはグラグラです。動かそうもんならすぐ外れてしまいます。そこでベアリングを入れると固定されるわけですが、整備書では SST を使ってハンマー叩きとなってますが、違うところを叩きそうなので圧入の機械でベアリングを装着します。なので今はつけるふりをしているだけですよ。ちょっと暗いところで撮影しているので手短に行きます。ベアリングを圧入しますが、これめちゃくちゃ緊張するんです。中でギアが外れないか、シャフトが動くんじゃないか、ビクビクするんです。常時噛み合い式のまま圧入です。怖い。それも前2つ後ろ2つで4回も圧入しなくてはなりません。ここでようやく地獄が終わりました。ここのメインドライブの圧入、一番むずいです。入れすぎるとシンクロを壊しかねない要注意箇所。径が一緒で間違えそうになりました。これが5速ね。1個ない。これがバック。226。来た。135。はい、ご苦労さん。だいぶ楽させていただきました。ロックナットは緩み防止にかしめておきます。この部屋に入れるのは1速から4速ギアまでです。この部屋に入れないのはバックギアと5速ギアです。このシンクロはバック君と5速君が共同で使うシンクロです。ここからバックギアを組んでいきますね。バックギアはここに入れます。しかし前進ギアと違って2個のギアではダメです。バックにはならない。だから3個入れます。1つはもう入ってますよね。ここですよね。ここまでは前進と一緒の2個配置。はい、来ました。
このギアはリバースアイドルギア。これがないとバックできません。このリバースアイドルギアはこのハウジングに取り付けます。詳しいバックギアの話は前回の41話でこんなイラストを使って紹介しています。また見てくださいね。この水色がリバースアイドルギアです。このギアのおかげで逆回転できます。この丸い差し込み口にセットされました。次に行きますが、影になって見えないのでハウジングをちょっと外しておきます。今見えているのがシンクロなので、シンクロリングを入れてから5速ギアを入れていきます。はい、入りました。シンクロリングを入れるとこんな感じです。はい、5速ギア入りました。あれ？ギア多くない？そして大きくない？と思いましたよね。5速ギアの横にだいぶ大きめのギアがついています。この2つでセットなんです。この2つで5速ギアなんです。大きな方はシンクロに噛み合う方のギアです。もちろん2速ギアも3速ギアも同じです。この2つで3速ギア。これとこれでセットで2速ギアです。作業に戻ります。5速ギアを入れた後のロックバッシャー、リテーニングリングなどは軽く流させていただきます。リアベアリング。この後もリテーニングが来て新品のスナップリングで止めますが、ミッション組み立ての難所、第2関門が恐る恐る近づいています。これがスナップリング。軽やかに回ります。圧入が成功しているということですね。では難所が来ました。第2関門はシフトロッド取り付け。シフトロッドは私たちの腕です。実際にシンクロをつかむ手のひらに当たるシフトフォークはすでに2つはケースの中に入っています。そして難所というのはこのロッドと中にあるシフトフォークを小窓から見ながら固定しなければならないんです。もう一つは何かというと、もし同時に2つのギアが入ったらどうでしょう。恐ろしいことになりますよね。いきなりメインシャフトが止まって大事故です。そうなんです。同時に2つのギアが入らないようにロッドにインターロックピンという小さなピンを入れるんです。はい、見せて。見えんわ。インターロックピンの入ってるところが暗いし狭いのでよく見えませんが、ロッドの形状やインターロックピンの形からしてこんな動きではないでしょうか。ここにスプリングとボールがあります。では一足に入れてみます。よいしょ。2つのインターロックピンが残りの2本のロッドをロックしています。戻します。ニュートラルになりました。3速や4速の動きはちょっとわかりません。この穴からインターロックピンを入れます。なんか落ちてきたぞ。もちろんインターロックピンです。これがまた入れにくい。大小合わせて3つ入れる。そんなところにはもうない。バラす時もこの二重噛み合い防止のことを知らないので、あれ？これどっから落ちてきた？ってことになります。3速4速用のロッドを入れました。ということは米俵型のインターロックピンはすでに1個入ってるということになります。こんな小窓からはどんな動きをしているか分かりづらいんです。ちなみに3速4速ギアは左側から見て一番遠いところにあるので、このロッドは一番長いということになります。決まった。ではここで米俵型のインターロックピンの小さい方をドアップで見てください。瞬き禁止。これインターロックピンミニ、もう一回見えます。
台のピンと形が違います。これです。はい、瞬きせずにありがとうございました。最後の5足&バックのロッドを入れます。やっとシフトフォークの形がわかりますね。このフォークがシンクロを左右に動かしてるんです。このロッドが入ったらケースの中でスプリングを入れ、新品のスナップリングをつけます。見えなくてごめんなさい。はい、インターロックピン確認。スナップリング装着。新品のスプリングピンでシフトフォークを固定していきます。なんか今回はピンばっかりですね。フォークを固定するスプリングピンお見せしますね。確かに穴に対して広がるスプリングね。あとこの穴の重要性も分かりました。ブラインドホールだったかな。これで超厄介な作業が終わったので、ここからはスピーディーに行きます。はい、OK。先ほどのアニメーションで紹介したボールです。パチンコ玉みたいもんです。それとスプリング、ボルトで穴を閉じます。ここの穴です。閉じました。こんな感じ。次に5足&バックのシフトフォークをピンで固定します。ここの覗き穴も閉じてしまいます。さっきと一緒。パッキン、ボール、スプリングの順で閉じます。閉じました。こんな感じ。合わせ面を掃除。こっち側も。液体ガスケット。近すぎる。センターハウジング。合わせます。叩きます。カウンター5速ギア。カウンターリアベアリング。叩きます。ロックナット新品。締め付けます。かしめます。メインシャフトリアベアリング。古いベアリングで叩きます。スナップリング。ベアリングハウジング。超薄です。気持ちいい。シフトロッドエンド。摩耗なし。スプリングピンで留めます。スピードメーターギア。エクステンションハウジング。日本語に直して延長。コントロールロッド。シフトノブによって動きます。コントロールロッドエンド。
シフトノブの真下です。何かわからん。このスプリングのおかげでシフトノブがニュートラルで真ん中に戻ってきます。液体ガスケット、ドッキング、傾けて入れます。難しい。ブラインドカバー、もうちょっと穴大きくしてもらえませんかね。アンダーカバー、オイルバッフル付き。カーブの走行時、オイルの偏りを防ぎます。クラッチハウジング、レリーズベアリングおよびレリーズフォーク、スピードメーターセンサー、バックアップスイッチ、ミッションが入れやすいようにエンジンの前側を上げます。いいよ。無事着地しました。パイプも耐えれそうです。ではミッションをドッキングいきます。ここでプチ問題が起こります。ぶつからない。一回ちょっと待って、ちょっと持ち上げるもう。せーのよっ、ちょっと待ってちょっと待って、もうお前これ上がらんかこれで。上がらんが、これで終わる。あと手か。あと手、ちょっと待ってよ。せーの、せーの、はい。思ったわ、ちょっとはい、出て。ちょっとそれ一回下ろそう、一回下ろす。そう脚立登らん方がいいって。登らん方がいいか。車を支える足場が高すぎた。一回撤収。足場が高すぎるので、ここにベニヤ板を置いてミッションを乗せます。これで無駄な力はいりません。
では再挑戦します。これで高さ調整しました。はい。あと20センチほどかな。ちょっとなんかぶつかった。はい。もうちょっとくっついた。ぶつかっとる。これでね、セルベットの、ちょっと近づいた。ちょっと向きが違う、角度が。ここだかな、ここが、ここやな。来た。ここだから、ちょっとここがやな。入った。来た。おったらボルト閉めてよ。ちょっとせっかくついたもん離れていったら離したネジ閉める。左で離したね。ネジ閉めるよ。はい、ありがとうございました。入ったと思いきや、どうしても右側に隙間が空く。相棒が上から見てみると、まずい。はい、配線が挟まっていました。ボルトを緩め、配線を抜きました。上に2箇所あって55ミリと2つ並んどるわ。10センチぐらいで閉まった。閉まった。こいつは閉まった。はい、そこの左の上にもう一本あるわ。見える。これのどれかがつながるやつ。4本、2本。ダメね。で、はいドライブシャフト入れようか。はい、やっと入りました。はい、どうぞ。お前よく50型でできたね、これ。いやー、俺力ほんと硬いわ。硬いやろ。あと3本。はい、最後までありがとうございました。細かいところはまだですが、車体の裏全体を流します。パワープラントは亀裂もなく再利用できました。パワーのある FD はここに亀裂が入るらしいです。これでエンジン、ミッション、デフのパワートレイン3種の神器が揃いました。では今回もありがとうございました。でも時間のある方はこの後の残業アニメーションを見ていってくださいね。お題はシンクロの動きです。では始めます。これが FD の5速マニュアルミッション断面図です。まずギアの説明をしたいのでシフトフォークを少し上げときます。まず一番左側のメインドライブは4速ギアのことです。4。一つ挟んで右側は3速ギアです。その右横が2速ギア。もう1個挟んで1速ギア。一番大きいですよね。部屋は違いますが、お隣はバックギア。そして最後の一番小さいのは5速ギアです。そして今オレンジ色になったパーツがシンクロくんです。このシンクロは4速と3速が一緒に仲良く使うシンクロです。次のシンクロは2速と1速が一緒に使うシンクロ。最後はバックと5速のシンクロです。一番左の4速はエンジンからの動力を1番に伝達されますが、こんな風に緑色のシャフトはつながっていません。一本物ではありません。3速から5速まではベアリングで取り付けられていて、緑色のシャフトには固定されていません。フリーな状態です。シャフトに固定されているのはシンクロくんたちなんです。真ん中のシンクロで説明します。では、シンクロがどのような動きをすると、左側の2速ギアに入ったり、右側の1速ギアに入ったりするのでしょうか。この黄色で示したこの部分を拡大します。はい。まず、皆さんは左手でシフトチェンジしますよね。左手からのシフトノブ、そしてシフトロッド、シフトフォークの順でシンクロに到達します。これがシフトロッドとシフトフォークです。シフトフォークは
こんな形をしています。アルファベットの C 型ですね。このシフトフォークが何をつかむかというと、このオレンジ色のスリーブなんです。これです。シフトフォークが左に行くと、スリーブも左に行きます。右側に行くと、こんな感じ。ど真ん中がギアが入っていないニュートラルです。では、スリーブの内側と構成パーツを見てみましょう。まず、スリーブを外しましょう。そして、ギアも外します。動画の中盤でも紹介しましたが、二足ギアはここですが、この細いギアも二足ギアです。二つ合わせて二足ギア、セットなんです。次は金色のシンクロリング、主役級です。そして最後にクラッチハブ。このクラッチハブをシャフトに圧入しましたね。圧入したということは固定されているということです。シャフトが回ればクラッチハブも回ります。では最後のシンクロの動きに行きます。その前に一つだけ言わせてください。一足で走っても三足で走ってもこの二足ギアは回ります。それは全部のギアが常時噛み合い式だからです。全部噛み合ってますよね。回ってるけどただ回されているだけです。この赤い部分とここの部分のギアはセットなので一緒の回転をしてますからね。では始めます。とりあえずゆっくり二足ギアに入れてみます。よいしょ。抱きついた。戻します。スリーブが邪魔で見えないので少し上に上げます。もう一回二足ギア。戻します。もう一度。そうなんです。スリーブがスライドすることで赤いシンクロナイザキーが金色のリングを押してるじゃないですか。では、押された金色リングはどんな仕事をするの？やります。二足ギア外します。ちょっとごめんね。はい、ここの部分が斜めになってますよね。ここすごく大事。次に金色リング。それも内側です。内側ですよ。内側はこんな感じになっています。ここがまた斜め。斜めと斜め。二足ギアが回り始めました。金色リングくん、お願いします。あいよ。おお、回転を摩擦で止めた。煙も上がってましたけど。金色リングくんの仕事は回転を止めることでした。金色リングくんが大変だなと思った方は、ぜひクラッチを確実に踏んであげてください。喜ぶと思います。では最後に二足ギアに入る瞬間を解説します。スリーブくんの内側はちゃんとギアの刃になっています。少し上げます。クラッチハブの刃とスリーブくんの刃は噛み合っています。スリーブくんの刃を青色で表示しますね。スリーブくんをスライドさせます。シンクロキーがリングを押しています。リングが二足ギアを押し付けます。回転が止まった。ここからスリーブくんはさらにスライドします。どけ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 。二足ギアに完全に覆いかぶさりました。二足にシフトチェンジされました。戻します。もう一度。はい、ありがとうございました。どけどけどけもポイントですよね。右側の2列を見てください。多分ですけど、こんなに整列されることはないと思うんです。いつもこんなに揃っていたら、シンクロリングの刃もスリーブの刃も摩耗しませんよね。クラッチをしっかり踏むってことも大事です。1回はあると思いますが、ギアがギャ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 ーって音が鳴ったことありますよね。ない？多分ここからの音ですよね。今回は TBR 史上最長の動画になりました。2023年
誠にありがとうございました。2024年、いい年をお迎えください。では、来年も見てくださいね。では、さようなら。止めて、あれタイヤ回らなかった。うわ、最悪。あら、ほんとや。ならつけといて、ジャケッパやの。入った。